集荷店3階です。3階では今年は平安鉱山東福寺の特別展もやっております。まあ平安東福寺、平安鉱山両方ともね、京都の作家で盆栽界ではまあ一番有名な鉢の一つなんですけどね、昔はまだまだ手に入ったんですが、最近はプレミアとか数が限られてるものでなかなか手に入らない。皆さんが大事にしている、もう30年前には作ってたか作ってないか、まあそこら辺までは作ってたのかなって感じはしますけど、そういう鉢ですね。あっちの方に行くと右手で一番右が知り合いの東福寺、隣が鉱山、また鉱山といろいろ鉢がある。まあこの鉢かなりね、鉱山の唐獅子ボタンつって代表のやつですね。また下にもね、もうまあいろんな土目使ったんですけど、鉱山なんかだとこの茶色い土目はかなり古いですね。その人でもやっぱり作陶が何十年か40、50年盆栽の鉢作ってて、それも戦前から戦後にかけて作ってるもんで、焼き方も変わったり土も変わったりね、作風も変わったりと、そういうのがいっぱいあります。だから晩年の作と初期の作なんていうのは随分土も形も変わっています。じゃあ3階のね、席の説明。3階は55番の席からかな。はい、特別功労賞です。特別功労賞20年まあ昔ね、違うお客さんから聞いたんですけど、俺が取りたかったのは功労賞なんだと。なぜ功労賞が取りたかったっていうと、10年間健康で商売もうまくいって家族もうまくいってるから盆栽の展示は出せるんだというんで喜ばれたお客さんもいます。特にね、20年もやってらっしゃるとなると、その間にね、いろんなことがあっても元気に盆栽飾れたというのは素晴らしいと思います。次です。3点飾り、両方ともちりめんかつらとけやきです。両方とも木がとても古いですね。商品盆栽でもこれだけ古さを出せるんだというのの見本みたいなもんですね。比較的地味に見えますが、まあ一本一本木を好きだなっていう飾り。ちなみに31回目ですね、この人。この人31回目。前回30回。じゃあ俺が生まれた頃と一緒ですね。31回出しました。じゃあ僕が生まれた頃と同じぐらいから飾ってるというところで、これはね、鉢の飾りです。自作の鉢の飾りですね。鉢の飾りも随時受け付けてますから、発表の場所に使ってください。個性的な鉢。はい、次は3点飾り、かりんと楓ですね。まあ流れがあるかりんと受けるね、株立ち、それでバランスをとってます。バランス結構重要なんでねもう3点飾りっていうと、この木とこの木のバランスを見てねって、まあ3点飾りの方が一本一本の木が主張しやすいです。7点飾りよりね。だから3点飾りが好きだなっていう人も随分います。で、実際3点飾りが多いです。次にこちらのね、心拍と石、くずや石、鴨川、こぐ、マグロ石って書いてあります。あっさりとね、一つ一つを主張して。次も3点飾りです。口なしと爪やり。鉢は古いですね。で、あとこちらの心拍が県外を受けるっていう感じであります。まあね、心拍なんか生きてるとこと枯れてるところでね、シャリとか陣があって、それをアピールしてるんですけど、最近はね、そういうのが世界中で人気で、皆さん楽しんでるような感じがします。次も3点飾り、花が綺麗ですね。ちょうどね、時期でね、柿も随分赤くなって、集荷店だなって感じがします。まあ集荷店の場合、柿飾るとね、葉っぱと実が見れる状態。画風店になると葉っぱが落ちてるんで、また違うような見え方がします。
心拍もねちょっと変わった形で面白いですね。これは秋画書ですね。文人床飾りのこうバーンって派手な感じの3点で派手な印象がありますね。心拍のこうシャリが動いてて水水が動いててね、大体水水動いてる方がいいですよね。評価的にはねまっすぐのも味だといえば味ですけど、評価的には動いてるような感じが、もう掛け軸も効いてるし地板も展示の特徴として効いてます。はい、これは60センチかな。飾りはね見物が多くて豊作だなって感じします。流れがある木と抑える木で、本当に柿とかがねこの時期多いですね。また狛犬も今年はねもっと赤くなるはずなのにちょっとかわいそうだね。もっと8区でもオレンジ出てますからね。これでね、真っ赤になってくるとまたもっと見栄えが良くなって、もう現状でももちろんいいんですけどね、もうちょっとするとまた楽しみです。はい、秋画章です。70センチ以上の、これ食が一番大きい飾りギリギリですね。五葉松とか随分一番大きくなるとでかくなりますね。この手のサイズと比べても20センチ以下に作るっていうのを目標にはしてますけど、多少でかい場合もあります。楓なんかも枝がほぐれてよくできています。石灰ヒノキもね。でその立花もどきかなが動きと十分ついてます。色合いをね、鉢なんかにも気を使ってます。これがこれの80の雅書かな。隣なんだね集めたわけじゃないですけどね。黒松なんかもね随分山見章の古い木かなと思います。で心拍も特徴的で、また楓もよく選び込んでて、やっぱりね賞に値するのかなと思います。しっかりした缶組とかねいいよね。こう70センチ越すとかなり迫力が商品盆栽でもあります。次は床飾りになるのかな。ね、心拍が面白い感じですね。可愛いこうくねくねっていうのも山鳥にかなと思われるんですけど、こう山鳥の木っていうのはバカなところが結構あるんですよね。人工で作ってるもんではありませんから、こう計算して作ってないで、それのいいとこをうまく活用する山鳥はね。商品盆栽ね、畑の木が今全盛なんでいい木もいっぱいあると思いますけど、大きい木になるとね山鳥の木が多いと思います。だからこういうのはまずもし山鳥でしたら取り木をしてっていう感じで必要なところだけ使ってますね。はい、3点飾りです。黒松も随分肌がはぜて古いなって感じします。あっちは缶組でね、皆さん自慢の木をね飾って表現してますね。でこれは水石ですね。佐渡赤玉石ね。はい、そう3点飾りです。床飾りかな。五葉松と山もみじ、結構古さが出てて見せどころなのかなって感じがします。これは鉢の飾りですね。絵付けの鉢、北日光が描いているんですけど、北日光比較的人気のある絵の作家の鉢なんですけど、ボディがそっちの左の方は鉱山使ってますね。鉱山に北日光が上絵をつけたような感じです。あとはこっちは新山に北日光が、でこれも鉱山に北日光が、前まではね自分のボディ使ってましたけどね、これは他の作家のボディ使ってて、20年30年するといろんな評価を受けるんだと思います。はい、
3点飾りです。リンドがもう少しで花咲きます。こうね、こう花咲きそうだなっていうのもいいですね。いいですね。これが一番綺麗なんじゃないですかね。まあバラって開くと派手になっちゃうしね。終わっちゃうって感じしますもんね。そういう見せ方なのかな。開くまでがね。いいね。ハリツルマサキ、これ沖縄のね方の木ですけど、実がハート型になって可愛いです。照り葉で。ただちょっと冬寒があるんで保護してやった方がいいかな。3点飾りです。牢屋柿ね、いい味ですね。幹でこう作ったんだね、この木はね。よく根上がりの木が多いんですけど、幹で作るのは柿は太んないし、時間かかります。古そうですね。古いね。若くないですよね。古い肌。みんな大事に持ってるからね。20年30年経っても気がつかないんだよね、持ってるのね。そうです。新人賞、今年の新人賞。ね、60の人が出しても新人だし、80の人が出しても新人。もう5歳の人が出しても新人ですね。バランスとてもいいような感じがします。よくね積み込んで。人気の樹脂を使ってますからね。もうそうですね。もういいなって感じもしますね。はい。おめでとうございます。3点飾りね。ピラカン立花元木と黒松です。この黒松はまあまあ有名な木なんですけど、ちょっと葉っぱが揃ってないですね。でもまあ素晴らしい。多分こういう木でね80年ぐらい食ってるんですよ。そうですね。ね、よくそういう鉢の中で古く持ってますよね。これが中品の秋画賞ですね。山鳥の心拍。もうシャリが本当に心拍らしい特徴を出してる木ですね。触っちゃダメだからね。触っちゃダメ。こういう線ですね。触っちゃダメっていう感じのね。触りたくなっちゃうっていう感じの木ですね。心拍らしい。これぞ心拍って感じですね。これは日本商品盆栽組合賞ですね。ちょっとまあ樹種的に変わってる木を何本か入ってますね。まあオーソドックスなね木も入ってますけど、黒松なんか多分岩石症かなんかで随分変わってますよね。肌が荒れる症なんですね。また龍神ツタってね、ツタの中でこうY化してできるやつと、あと磯山椒、これも沖縄とか奄美大島とかあっちの方の木で照り葉でね、山椒みたいな感じの葉っぱだから磯山椒っていう感じです。商品盆栽結構ねいろんな種類をこう展示会に来ると見れるんで楽しいところがあると思います。31回目ですね。この人も連続31回目です。初めからずっと出してるってことですね。31回はね。厚労省。どうぞ。大丈夫です。これは支部の展示品ですね。10回目ですね。ガマズミが。ガマズミ？はい。風鈴ガマズミっていうんだ。綺麗だね。あまり知らないんですけど。珍しいですね。可愛いね。これなんかもね、7点飾りで、まあ金図が実がつくと惜しいなって感じ。みんなね結構こうサイズ感にこだわって作ってると思います。これは床飾りだね。梅もどきがね真っ赤になって綺麗ですね。このスズメも可愛いしね。大文字草もなんか小さくて小さいんで、種類もなんかね。そうですね。花びらが大文字大って書いてあるんですね。漢字の大って見えますよね。これも支部ですね。これ私の支部です。そう。いいですね。所属支部の代表して所属支部。いや。ね、このさんざしも素晴らしく実がついてて。ね、ジャムにでもできたらいいね。やっぱ実がつくとね。これもう満開ですね。寒組も満開ですね。満開ですね。残念ですね。冬実つきませんね。これね。
これでまだブラブラ実がね、うん、つくとまた面白いんですけど、つかないですね。でもね、つかない室内だから交配できないですね。来年まで持ってない。まあちょうどいいんじゃないですか今ね。あ、そうですね。この時期で。かわいい。はい。こちらは中品2点飾り、寒組の古い木ですね。もう中覗くと古さが分かります。鉢もそれなりにね、時代に乗った鉢を使ってるし、黄色い鉢ってなかなかないんですよね。うん。もうちょっと黄金しちりめんっていうか、ね、ちりめん飾りだけど少し黄色っぽい葉っぱの章ですね。これが5点飾り。ここで82番って最後ですね。心拍も随分捻転してて古いね。こうよく心拍って肌向いて幹の肌を向いてその動きを見せるんですけど、これはその心拍の小拍たる肌の荒れ方を見せてるような感じですね。古いって感じのね。まあ盆栽っていうのは古さを見せるっていうのは一つの見どころですから、その古いっていう見せ方もその人の主張ですね。こういうの見せたいんだっていうのよく出てると思います。まあ見物もあってね。リンゴもいっぱいですね。リンゴがあんだけついててね、素晴らしい。これはリンゴはね、もう落ちちゃいますからね。そろそろね、リンゴの時期ですね。ちょっと酸っぱいですけどね。